どうも、鬼です。またですよ。また得体の知れない荷物が自宅に届けられました。クール宅急便で、なんかわけのわかんない荷物がまた届いたんですけれども、これ何なんでしょうね。っていうかね、どうやって私の住所と連絡先を調べたんでしょうね。なぜかね、私の住所と連絡先がバレてて、送り状にバッチリ書かれてたんです。もちろんね、それ写すわけにはいかないので、ちょっとね、写したらまずい部分は物理的に切り取らせていただきました。送り状から住所特定ってね、結構あるらしいんで、ちょっと怖いじゃないですか。でもね、見えたらまずい部分を、もう物理的に切り離してしまえば、どんだけ私がミスってもバレることはないじゃないですか。見えないじゃないですか。ですのでね、切り取らせてもらいました。冷凍タイプということですので、中身は凍ってると思います。で、品名が食品と書いてありますので、食べられるものということですわな。冷凍で食品ってことは、冷凍食品だわな。多分ね、そんな危ないものではないと思うんですよね。私の家にはね、たまに変な、得体の知れないものが送りつけられてくるんですけれども、危険物が送られてきたことは一度もないので、今回も大丈夫だと思います。しかも、凍ってますので、ね、低温状態で持ってこなければいけないものということですので、おそらくは、その、爆発物ではないと思うんです。なのでね、とりあえず開封しても大丈夫かなと思います。本当にやばいものだったら、警察呼びますんでね。本当にやばかったら、ね、開けてから警察呼んでも遅くないですから、こんなものが送られてきましたっつってね、110番すればいいだけの話ですから、とりあえず開けましょうか、これ。厳重に梱包されてますね。厳重に梱包されてます。これから剥がそうか、この冷凍タイプからね。ガムテ剥がすのめんどくさいんで、とりあえず近くにあった包丁で、もう切って開けちゃいましょう。どこだ？この辺かな。包丁で切っちゃうのが一番楽ですからね。ちょっと苦戦しましたけれども、もうこれで開けられる状態ですね。それでは開けますよ。皆さん覚悟はいいですか？私はもう覚悟バッチリです。皆さんも心の準備は OK？ どうしても無理っていう方は今から3つ数える間にブラウザバックしてください。いきますよ。1、2、3。はい、今残ってる皆さんはもう覚悟 OK ってことですね。それでは開けますよ。いくよ。いくよ。おー、なんか紙が入っとる。紙が入ってますね。下に何これわけのわかんないものが入ってますね。まず、この紙を読みましょう。送り主からの紙を。おーちゃん様お元気ですか？黒いスズメバチの巣を取ったのでお裾分けです。スズメバチの中でも最高に美味しいですよ。虫取り日記。ゲリちゃん。これゲリちゃんだったんですね。送り状に一応送り主の名前は書いてあったんですけど、ちゃんとした氏名が書いてありましたのでね。そう、ゲリちゃんの本名だったんですね、あの名前は。一瞬誰かなって思ったんですけど、ゲリちゃんだったみたいです。黒いスズメバチの巣って書いてありますので、これは、その、黒いスズメバチの巣ということですよね。黒いスズメバチってことは何だろうな。黒スズメバチかな。ちょっと、おー、すごい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 。すごい、本当にスズメバチの巣。黒スズメバチの巣ですね、これは。黒スズメバチか。でもシダクロかな。シダクロスズメバチかもしれないな。これすごい育毛がいっぱい入ってますね。カッチンカッチンに凍ってます。そういえばゲリちゃんなんか取ってましたね。シダクロスズメバチの巣を。こっちのタッパーは何なんでしょうね。ちょっと見てみましょうか。こっちのタッパーの中。なんだこれ。これシダクロスズメバチかな？成虫だよな。成虫が一匹入ってますけど。なんだこれ。ちょっとなんかお腹の様子がおかしいな。お腹の様子がおかしいよ。これ規制されてるやつですね。ねじれ羽に規制されてます、これ。スズメバチねじれ羽に規制されてるやつです。すごい。ねじれ羽に規制されとる。去年私動画にしましたけど、スズメバチの体内に寄生する昆虫がいましてね、ねじれ羽って言うんですけどね、スズメバチねじれ羽という種類なんですけれども、シダクロスズメバチにも寄生するんですね。オオスズメバチとか小型スズメバチとか黄色スズメバチとか、大きいスズメバチ、いわゆるベスパ族に寄生することが多いんですけれども、このクロスズメバチにも寄生するんですね。これすごいな。めっちゃ珍しいじゃん。巣もね、貴重なんですけども、これすごいですよ、これ。ねじれ羽に寄生されたクロスズメバチなんて初めて見ましたもん。すごいな。さすがゲルちゃんだわ。
ゲリちゃんってね、YouTube のチャンネルやってまして、虫取り日記って名前なんですよね。それでね、この手紙に虫取り日記ゲリちゃんって書いてあるんですよ。同業者なんですね、ゲリちゃんは。すごい昆虫に詳しい人でね。で、なんか、すごいマニアックな昆虫とか、あと昆虫に寄生する菌類とかにも詳しくてですね、すごいこんな菌類がいるのかっていうようなものを見つけちゃうんですよね。すごいなんか、知識もすごいですし、そのね、サーチ能力もすごいんですよね。ようそんなもん見つけるなってものをよく見つけるんですよ。このクロスズメバチの巣もよく見つけたなって感じなんですけども、これ出してみましょう。取り出しました。巣板が2つ入ってますね。ほら、2枚巣板が入ってます。巣の中に幼虫やら、さなぎやらがびっしり詰まってますね。いやー、すごいな。さすがゲリちゃんやわ。ゲリちゃんってね、本当に採集力に優れた人でしてね、本当にいろんなものを見つけたり取ったりしちゃうんですけども、とんでもないものを取ったな。これちょっと見てみましょうか、めくって。うわ、中に蜂が入ってる、ほら。中に蜂が入ってますよ、これ。うわー、もう羽化直前って感じですね。羽化直前の蜂さんが入ってますね、この辺り。うわー、すごいすごいすごい。ゲリちゃんね、すごいんですよ。こういうの見つけちゃうわけですね。クロスズメバチってね、美味しいんですよ。これ。蜂の子って地域によってはね、食品として売られてるんですけども、そう、蜂の子の種類ってね、大体このクロスズメバチなんですよね。クロスズメバチの仲間なんですよ。クロスズメバチの仲間が一番美味しいそうなんですね。スズメバチの中で。昔はね、いろんなスズメバチ食べてたんでしょうけども、今蜂の子って言ったらクロスズメバチの幼虫とかさなぎのことなんですよ。今の時代別に昆虫なんて食わなくても、普通に他のもの食べて生きていけますからね。ですからね、もう昆虫っていうのは嗜好品になってしまったんですけど、嗜好品になってもなお生き残ってるってことは、それだけ美味しいってことですよね、これが。まあでもね、これ美味しいんですよね、さなぎ。さなぎも幼虫も。ちょっとこれ、いくつか取り出して、これ食べましょう。美味しいんで。これ、育棒に頭を突っ込んだままお亡くなりになってますね。ご愁傷様。これも食べよう。こっちの巣板なんか、こっちと比べて色も、あと、このね、穴の大きさも違いますよね。大きいよね、こっちの方が穴が。これは新女王の巣板なのかな。ちょっと、いくつかね、この育棒の蓋を取ってみましょう。中に蜂がいますね。これ、さなぎになるときに、繭になるんですよね。さなぎになるときに、こうやって育棒の入り口に糸入って蓋をして、で、繭を作っちゃうわけですね。で、それを剥がすと、ほら、スズメバチがいっぱい出てくるわけ。ほら、やばいやばいやばい、いっぱい出てくる。こっちの方はもう羽化直前ですね。もう蜂の色がついてます。こっちはまだ白いんで、まだ若いさなぎですね。いや、これすごいわ。これ美味しいよ、絶対。美味しそう。ほら、美味しそうですね。これまだ目に色がついてませんね。だいぶ新しいさなぎです。でこれは多分働き蜂ですね。育棒の世話をしていた蜂さんたちでしょう。これも食べようか。さすがゲリちゃんだわ。てかありがたいな、こんな送ってくれて。これはね、いって食べるのが美味しいですね。いって、なんか焼酎のあてにいいみたいですね。なんか焼酎にめちゃくちゃ合うそうなので、ちょっと何匹かね、これ、いって、焼酎のつまみにして食べましょうか。てか、これ剥くの楽しいな。育棒のこの繭、2トンの楽しいわ。すごいね、ゲリちゃん。こんなものを取ってくるだってね。本当にゲリちゃんすごい人なんでね、知識も実力もありますから、ぜひね、ゲリちゃんのチャンネル見に行ってください。この動画の概要欄にゲリちゃんのチャンネルへのリンク貼っておきますし、終了画面からもね、ゲリちゃんのチャンネルに飛べるようにしておきますんでね。ですからね、ぜひ一度足を運んでみてください。本当にね、勉強になりますよ。世の中にはこんな生き物がいるのかってね、非常に勉強になりますから、知的好奇心の旺盛な方はぜひゲリちゃんのチャンネルに行ってみてください。ほーら見てください、これやばいね。これ大量、多分何千匹もおるんやろな。何千匹もの幼虫さなぎ、
と働き蜂がひしめいてますね。これ一個一個がタンパク質の塊なんですね。栄養なんですね。いや確かに食品だわこれ。食品これ食べられますし、食べて美味しいものですからね。その物理的に食べられるとかいうレベルじゃなくて、普通に食べて美味しいものですから、これはね、この今剥いたあたりのさなぎを全部抜き取ってね、これいって食べます私。めちゃくちゃ美味しいんで、この色がつきかけのやつ、これが一番美味しいんですよ。見てくださいこれ、プリップリプリップリのハチノコですよ。これ絶対うまい。これいやー、ちょっとこれは早速食べよう。フォイユー。少し油を敷きます。それではこのハチノコちゃんたちを炒めましょう。ほら、うい。わあ、めっちゃ香ばしい匂いしてきた。やばい。めっちゃいい匂いしてきた。ほら。軽くいるだけでいいかな。もうこれぐらいでいいかな。もうこれぐらいでいいや。はい、それじゃあ止めますよ。3、2、1。はい、見たこのタイミング。見た？これがね、ハチノコのベストタイミングですからね。それじゃあお皿に移して食べましょう。ふわー、炒め加減バッチリ。さすが俺。ゲリちゃん曰くハチノコには芋焼酎が合うということでしたので、芋焼酎買ってきました。これ播州の杯ですね。鹿児島の焼酎かな。芋焼酎ですよ。これ今日開けちゃいます。私が動画の公開日時の設定を間違えてなければ、この動画は2019年12月9日の18時に公開されているはずです。2019年12月9日、この日、虫取り日記は1周年を迎えます。ちょうど1周年です。ゲリちゃんがチャンネルを開設して活動を開始したのは、去年の12月9日だったんですね。それからちょうど1周年ですよ。1周年。それから1年間ゲリちゃんはもう結構な頻度で動画投稿を続けてきて、少ない時でもね、週に2、3本ぐらいは維持してましたね。それぐらいのペースでね、ずっと動画投稿を続けてきてね、本当にすごいなって思って見てたんですけれども、ついに1周年ですよ。1年 YouTube をがっつり継続できる人ってなかなかいないんですよね。でもゲリちゃんは1年やり遂げました。素晴らしいと思います。今日はそのゲリちゃんの虫取り日記の1周年を祝ってこれ開けますからね。これを開けて、これ祝い酒にします。開けますよ。ふい。開きました。それでは早速これに注ぎましょうか。いい香りが漂ってきます。それではゲリちゃん、虫取り日記1周年おめでとうございます。乾杯。うめえ。これうまいわ。お芋の香りがね、もう口の中に広がって素晴らしいですね。それではね、早速もうゲリちゃんからいただいたハチノコもいただいちゃいましょう。いただきます。うまい。芳醇な味わいですね。これに芋焼酎。すごい。確かになんか合う。芋の香りと合うね。確かになんかさつまいもの風味とこのハチノコのまろやかな味が口の中でちょうどいい具合に混ざり合ってね、 DNA まで美味しさが素早く届いてきますよ。うめえ。酒が進みます。嬉しいなゲリちゃん。自称私の息子ですけれどもね、嬉しいですよ。やっぱり自称とはいえね、息子が1年健やかに成長してくれて本当に嬉しいです。皆さんもぜひこの動画の概要欄かもしくは終了画面から虫取り日記に飛んでいただいて、ゲリちゃんにね1周年おめでとうって言ってあげてください。私が動画の公開設定ミスってなかったらね、12月9日今日この日がゲリちゃんのデビューの記念日ですので、1周年の記念日ですので、ぜひねお祝いしてあげてください。しかし本当によくこれ見つけたよな。これ本当に貴重なんですよ。これでまた動画1本撮ると思いますけどね、これ本当に貴重なんで、これ後でじっくり観察させてもらいます。
この動画見てる人は未成年の人も多いと思いますけども、ぜひ20歳になってお酒が飲めるようになったらね、蜂の子と芋焼酎試してみてください。美味しいんでね。これはね、もう大事に味わいましょう。これで冬しのげるんちゃうかな。結構な量あるもんね。冬の間おつまみに困らんわ。ごちそうさまでした。いやー美味しかったわ、ゲリちゃん。ありがとう。そして改めて1周年おめでとうございます。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。この後はぜひゲリちゃんのチャンネルに飛んでください。